どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイのヒーロー詳細解説ということで、最新騎兵ヒーローのフェリックスについての解説をやっていこうかなと思います。つい先日のアップデートで実装されたフェリックス。彼、結構強いのかどうかの判断が難しくて、育成するか悩まれている方も多くいらっしゃるのかなと思います。彼、強いヒーローではあるんですけども、騎兵はすでに、シラヌイやベラ、そしてエレナ、彼女らの非常に強い、騎兵ヒーローがいて、彼女らと比べてどうなのかというところですね。そのあたりも含め、彼の強さや、どのように、育成するべきかなど、お伝えしていけたらなと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけど、まずは彼のレイジスキル。スピードアップで追い越せというスキルで、5秒間の間、基本攻撃で3100のボーナスダメージを与えて、敵のスキルダメージを10%減少させるスキルです。まずこちらの、基本攻撃ダメージについてなんですけど、合計で15500のダメージ係数になりますね。そして、相手のスキルダメを減らせるというのは非常にいいんですけど、このスキルって即時的に火力が出るわけじゃないんですよ。ちょっと難しい話になるんですけど、例えば、レイジが1000溜まったのが、戦闘開始後6秒のタイミングだったとしましょう。そうすると、次のターン、すなわち7秒目にレイジスキルを打つんですけど、フェリックスをリーダーで使ってた場合には、7秒目に、このレイジスキルを発動しますよね。で、これ、普通のスキルだったら、その7秒目に相手にダメージが入るんですけど、フェリックスは、その時すぐにダメージが入るのではなくて、8秒目から12秒目。この間の5秒間に毎秒3100のダメージが入るんですよ。なので、その間に逃げられてしまうこともありますし、あとは、相手の兵士をすぐに削れるわけではないので、相手の火力っていうのも、なかなか落としづらいんですよね。なので、他のヒーローより、攻撃されている時に、自身が受ける被ダメージも多くなってしまうんですよね。なので、ダメージ係数の合計値で見ると高いんですけど、デメリットも正直あるのかなと思います。ただ、このスキルダメージ減少の効果は、結構優秀なので、そこと合算すれば、そこそこ、優秀なレイジスキルと言えるのかなと思います。では次に第2スキル。安定した空気の流れというスキルで、騎兵の移動速度を18%増加して、非カウンターダメージを44%減少させてくれるスキルです。で、このスキル、結構優秀で、まずは移動速度。18%と、正直、あと数パーセント欲しい感はあるんですけど、ちゃんと体感できるくらい移動速度を上げていけて、
それに加えて、このカウンターダメージ減少ですね。これ、そこまで大きくないように見えて、めちゃめちゃありがたいスキルです。なぜかというと、基本的に騎兵って相手を追撃したりすることが多いと思うんですけど、格上のプレイヤーを攻撃してると、こっちが一方的に攻撃してるはずが、相手のカウンターダメージでかなり削られてしまうということがあるんですよね。それを大幅に減らして、格上のプレイヤーに対しても、ちゃんと追撃を行えるようにしてくれるのが、この第2スキルです。また、このフェリックスは、基本攻撃を、主とするヒーローで、基本攻撃をする。すなわち、相手からもカウンターダメージを受けやすいヒーローになりますので、その観点からも非常に相性の良いスキルなのかなと思います。では次に第3スキル。チャンピオン宣言というスキルで、基本攻撃の 20% の確率で自身にダメージバフをかけるスキルですね。ただこれ、運営さん、強化を何卒お願いしたいです。さすがにこれ、発動確率 20% だと、全然ダメージアップにならなくて、これだと、10秒間以上戦闘してる時の平均ダメージバフが、3.6% で、かなり物足りないんですよね。なので、ちょっとこのスキルは、強化待ちになるのかなと思います。では次に、第4スキル。ピットストップというスキルで、騎兵の攻撃力を 32% 増加して、スキルダメージを受けると3秒間、攻撃が 16% アップですね。こちらは、ステータスアップスキルということで、今の環境だと、一つのスキルにつき、合計で 40% アップが一つの基準になってると思うんですけど、それを元に考えると、まず、この 32% の攻撃アップは、その名の通りで、いいと思うんですけど、このスキルダメージを受けると3秒間、攻撃力が 16% 上がるというのは、範囲ダメージとかも考えると、だいたいこの半分くらいは、この効果が発動してると思うので、もう、ザ適正という感じの、スキルになるのかなと思います。では最後に、覚醒スキルなんですけど、ラピッドデュエルというスキルで、こちらは既存スキルの強化ではなく、新しいスキルが追加されます。具体的な効果なんですけど、10秒間に、10秒ごとに1回の、追加の基本攻撃が行えるというもので、基本攻撃って通常100のレイジが獲得できるんですけど、この効果では70のレイジしか獲得できない反面、相手からの、カウンター攻撃を、引き起こさないということで、このメリットデメリットを差し引きすると、同じくらいだと思いますので、10秒に1回普通の基本攻撃を、追加で打てるスキルというイメージで OK です。このスキルのおかげで、
相手に与えるダメージも、スキル回転も上がっていきますので、かなり、優秀な覚醒スキルと言えるのかなと思います。では、彼の入手方法についてなんですけど、彼は、騎兵のトップ司令官イベントの時の、ラッキールーレットや、あとは、伝説のハンターで入手していくことができます。ラッキールーレットから、入手できるヒーローなので、何ヶ月か経った後に、おそらくではあるんですけども、デイリーブースターでも入手することが、できるようになるのかなと思います。では次に、スキル上げの優先順位と採点運用ライン、そして、覚醒させるべきかについて、見ていきたいんですけど、運営さんのおすすめは、1、4、2、3ですね。ただ、私のおすすめは、1、2、4、3です。で、まずは、レイジスキル。これはもう戦闘ヒーロー共通ですね。レイジスキルを上げないことには、話が始まらないので、彼もいつも通り、レイジスキルを最初に上げていくのが良いのかなと思います。では次なんですけど、攻撃か、移動速度とカウンターダメージ減少。どちらを取るべきかで、火力を優先するんだったら、当然第4スキルになるんですけど、騎兵を使う以上、移動速度は上げるべきというのと、このカウンターダメージ減少効果は、かなり彼を使う上で有用になると思うので、私は先に第2スキルで移動速度とカウンターダメージ減少を、取っていくのが良いのかなと思ってます。で、その後は、火力を上げるために第4スキルを上げていただいて、最後に、正直、おまけ程度の、スキルではあるんですけど、第3スキルを上げていただくのが良いのかなと思います。そして、彼の最低運用ラインと覚醒させるべきかについて、語っていきたいんですけど、それを語る前に、フェリックス、ぶっちゃけ、ベラやエレナ、知らぬいなどの騎兵ヒーローと比べて、どうなのっていうとこですよね。で、ここについてなんですけど、正直、彼女ら3人には叶いません。今、野戦での騎兵の強さをランク付けしたときに、1番は知らぬい。2番はベラ。3番手はエレナ。4番手がフェリックスで、5番手にスベンなんですよ。なので、彼は騎兵2部隊運用するときに使うべきです。ただ、かといって、火力の即時性や耐久力や追撃性能だと、スベンがフェリックスを上回っているので、すでにスベンを覚醒させている方は、無理にフェリックスを取る必要はないのかなと思います。また、フェリックス自体は、レイジスキルだけ上げれば、使えることは、使えるんですけど、ただ、レイジスキルだけ上げて使うんだったら、別にフェリックスである必要性ってないですし、無理に騎兵2部隊組まなくていいんですよ。
まず、初心者の方で、最初に一部隊を騎兵でちゃんと組んでいこうと思ったら、ベラとエレナを使うべきなので。なので、最低運用ラインという面で見ると、レイジスキルだけ上げれば使えるけど、実運用を考えると、第1、第1、第2、第4スキルまでは、上げておきたいところなのかなと思います。また、覚醒させるべきかについてなんですけど、騎兵2部隊を仕上げたい方は、覚醒させて良いと思います。ただ、また新しい騎兵ヒーローが実装されたら、彼を使わなくなるのも、また一つ事実なんですよね。なので、騎兵2部隊かつ、育成に余裕がある方、または、騎兵3部隊運用を将来的に考えている方が、育成するべきな、覚醒するべきなのかなと思います。では次に、彼の相方についてなんですけど、騎兵2部隊で野戦する場合、理想構成は、ベラと、シラヌイ。そして、エレナとフェリックス。この組ませ方になります。ベラとシラヌイで火力特化して、エレナとフェリックスは万能型みたいな、感じですね。また、エレナは、基本攻撃ダメージアップを、持ってますので、フェリックスと相性もいいですね。また、もう一人の、新ヒーローのチェイシー。彼女と組み合わせることを考えている方もいらっしゃるかもしれないんですけど、私は彼女と組み合わせることはお勧めしません。これなぜかというと、チェイシーのレイジスキルの基本攻撃ダメージアップが、フェリックスのボーナスダメージに、フェリックスのレイジスキルのボーナスダメージですね。そちらに乗るのではないかと、思われている方もいらっしゃると思うんですけど、これは乗りません。あくまでチェイシーって基本攻撃のダメージアップで、このフェリックスのレイジスキルって、スキルダメージ扱いになってるんですよ。なので、これに、このダメージを上げたいと思ったら、スキルダメージを上げなきゃいけなくて、基本攻撃ダメージを上げても、このダメージは増えていきません。なので、また、チェイシーは、移動速度アップのスキルを、持ってないですし、あとこのチェイシーの第4スキルって、野戦だと死にスキルになっちゃうので、そのあたりも考えると、正直、フェリックスの相方は、エレナ一択になるのかなと思います。では次に、才能についてなんですけど、彼をリーダーにして運用する場合には、騎兵の、テンプレ火力才能で OK です。一般に5ポイント振って、移動速度を上げて、スキル才能を最後まで振って、スキル火力を上げていって、騎兵才能でステータスの底上げを行う感じですね。ただ、汎用性や今後どれだけ長く使うかを考えると、フェリックスは星6にしないで OK です。
エレナと組み合わせて使うなら、同じ才能を持っててかつ、今後、フェリックスよりも長く使う可能性が高いエレナを育成してリーダーにすべきなので。基本的にフェリックスは星4で止めておくのが良いのかなと思います。はい、ということで、フェリックスについての解説は、以上となるんですけども、いかがでしたでしょうか？彼、強いヒーローではあるんですけど、これまでの三強騎兵ヒーロー、シラヌイ、ベラ、エレナですね。彼女らと比べると、どうしても難しいところがあるヒーローなので、まずは、ベラやエレナを優先して育てていただいて、彼女らを覚醒させて、騎兵2部隊で、戦っていくことを、考えていくとなった時に、フェリックスはもう非常に強力な、パートナーになってくれるのかなと思います。はい、ということで、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。今日もポンペイの、生配信をさせていただく予定で、その時に、いろいろと、育成に関するご質問なども、お受けできたらなと、思ってますので、ぜひ、お越しいただけると、嬉しいなと思います。では、バイバーイ。